はい、柳川さんお疲れ様です。今週はですね、G1 が一休みということですけれど、重賞が3つですね。中山から今度東京の方に舞台移して、今週は青葉賞、フローラステークス、あとはマイラーズカップがありますね。青葉賞ですね、やはりこのダービーへの切符ということで、2着までが郵送出走権与えられるということになりますけれど、東京の芝ですね、開幕ということでどうでしょうか。いや、いつも通りだろう。早いんだろう。先行逃げ有利というところだろう。局面的には。なかなかいつものセリフがわかるよ。だいたいうちが止まんねえんだよ、外が伸びねえんだよ。だいたいそれ言うよ、みんな。分かってりゃ馬券取れるだろうよって話だけどな。なかなかそうですね。分かってんだから取りやすいだろうよって話で。そうですね。じゃあ、青葉賞ですね。出走馬が確定しましたかね。それで、ちょっとお話を聞いていきたいと思うんですけれど。毎回、メンバー的なことなんですけれど、どうしよう。あいうえ全部といけちゃいますかね。ざっくりな。まずは、パッカー。体調、関東馬だから体調自体と、体調は非常によろしい。ただこの間がもうやっぱり限度だな。露呈したな。瞬発力がないっていうことが。普通の形の競馬では出番はないと。2勝してるから、ここは、大半が一勝馬っていうことで、重賞でもね、青葉賞は。まずその前に青葉賞からはダービー馬は出てないんだけれど、今年の場合はね、ひょっとしたらっていうのがいるかもしれないっていうのは、皐月、組でね、1、2着で、ダービーで2400が絶対的なプラスとは思えないし、他に負けた面々たちも24なら巻き返せるかな、24でこそっていう、馬がちょっと見当たらなくて、むしろダービーを、皐月を鼻から飛ばしてきた馬が何頭かいて、そこのチームっていうのも結構気になるし、この青葉に使ってきた馬もちょっと気になってる馬が何頭かいるんでね、あれなんだけど。なかなか本番に直結しないレースと言われてきてますけど。やっぱり、確たることは言えないけれど、みんなが思ってるのは、東京のこの今の時期で24で早い競馬、この青葉賞ってえらい時計早くなるじゃん。派手な勝ち方。それ馬たちがやっぱりことごとくダービー不出走になったり、負けたりっていうのは、やっぱりハードなローテーションと、やっぱりそういう特に関西馬が多いんでね、輸送というのが短期間の間にこれが、ハードな競馬、ハードなローテ、それというふうには言われてる。惜しかったのは過去にもいるけどね、藤沢さんとかなんかは22時ぐらい来てるはずだな、ロブロイとかなんとかは。でもどうなんだろうね。でもさすがに、やっぱり、今週またフローラもあるけれど、やっぱり今まで皐月とかオードロセン使ってきた馬たちのが強かったっていうのに他ならないんでね。今年の場合は皐月に使ってない馬で強いのが何頭かいたなっていうのがあるんで、その馬たちの動向に注目をしてるんだけれど、この青葉でもひょっとしたら、ダークホース的な馬が出てくるかもしれない。っていう感じですな。圧巻についてはそんなとこだな。圧巻はじゃあちょっと、ここではって感じですかね。続きまして、カットソロですかね。関西馬で中間の状態見てないけど、ちょっと非力なんでね、このコントレールは。非力で、むしろ東京とかは、プラスとは思いにくい。なった感じだね。はい。ケントンは、前走よりもまた良くなったな。一段階ギア上がってきた。馬そのもの悪くないんだけど、リアルスティールのちょっと硬いところがある馬なんだけど、前回は馬場がずっとその競馬の前に結構雨が降って、それが
この馬にとっては有利だったね。おそらく速い足は使えないな。っていうところで、前目で踏ん張る競馬になるんだろうけど。東京の馬場とかそういうのちょっとやっぱり、早い、もし、これが、多分ね、青馬って例年早くなるから24秒台の決着になるんだよな。24秒切るってことはねえけど、5秒台、遅くても5秒台っていうのが通年、馬場が良ければ、いいだろう。だな33秒の上がりっていうのはこの馬には厳しいかなっていう気がするけれど、逆に35秒台のタフな競馬だったら、意外と前で踏ん張れるっていうところだよね。条件戦ならっていう、いずれにせよ、その、オープン馬っていうのは、二勝馬がオープン馬ならそうかもしれないけど、そういう馬たちばっかりだから、これはその、格的には2勝してるから、ここでは上の部類ではあるよね。上の部類っていうか、その上位のところに組み込まれる。マイナスの要素って、マイナスっていうか弱い、ウィークポイントはその早い、上がりの競馬になった時っていうことだと思う。逆にストロングは、タフな勝負になった時には、気持ちは強いですよっていうところだと思いますね。具合は前回以上にある。はい、Going to Sky。上原厩舎。で、先週、さつき3頭使ったよね。はい。俺はこの今回の Going to Sky がナンバーワンだと思ってんだ。まだ一周しかしてないけど。でね、2戦目の競馬で単勝行かれてね、ひどかったんでね。これは終わって翌週かそのあたりで、調教師の顔見つけたら、ちょっと俺が聞いたら、本人もここまでとは思わなかったって。この右回りはひどいんだ。で、この間は、一応、これと、関東馬の牝馬で、今週フロア使う、RI の子な。ラベルセーヌ、ジャックなんだっけ。ラフターラインズ、の両方の単勝を買って両方ともちょっと、あっちっち。この間、強引はこの間はちょっと様子見だったんだけど、やっぱり同じ。で、先週の右回りの調教を見てても、全く進化なしだった。ダメだ、右回りは。もうその時で、今の段階では右回りだったら諦めたけど、今週左回りは全然 OK だった。東京で全然違うと思う。俺は、上原厩舎、さつきは、357ぐらい、356か357。7ですね。はい、よりも、この馬の方を実は買ってるんだよ。一番。だから除外の、一勝はだから除外の、抽選の一頭だったんだけど、クリアしてね。まだ100点ってわけいかないだろうけど、でも、全然、優に90以上点数上げられるなと思ってるし、非常にいいと思う。竹さん。で、おそらく後ろからそっとって言い方が、後ろからの形になると思うけれど、いい足を長く使うタイプなんでね。コントレール、なかなかあれだったけど、これはちょっと、という感じのする馬だよ。しっかりしてるもんな。体幹が強い。左回りの今回は、ということで、俺はダービーでもかなり重たい印をつける予定で、今のうち言ってて出らんなかったら笑っちゃうけれど、出らんなかったらそんなもんだったんだなと、そこで初めてわかるけど、そんな感じですな。左回り、東京なら。全然右回りはダメだ。もう、うさぎ飛びになっちゃう。ひどい。だから2回目の前回は少しは大丈夫かなと思ったけど、強制できなかった。で、先週までの調教の感じだとやっぱりダメだね。右回りは。一つはね、ペースアップしてるときに、コーナリング4コーナー曲がってくるときは大概下手な馬はダメなんだけど、この馬もそうだけど、ペースアップしなくても、やっぱりバランスが悪いんだよな。手前の変え方ができない。うまく。左はすんなり行くのに。
これ何なんだろうなってこういうのはっていつも思うけど、足の骨の問題なのか、左右の体のバランスなのか、まあ、これは人間もトラックは左回りしか心臓の都合だって言うけど、心臓って真ん中についてんだけどな、俺ら。まあ、右回りのトラックないしな、人間もな。そうですね。まあ、でも右利き、左利きがいるわけですから、ね、どちらかしら得意なのはあるはずですけど。どういうもんなのかわからんけど、まあ、この馬に関してはそう。まあ、今のところは典型的なサウスポー。今のところはね、慣れてくればまた帰ってくるんだろうけど、こんな感じです。非常にいいと思います。チャンスがある馬だと思います。はい。続いてが、サガルマータ。これもコントレールで、これもね、ちょっと、どっちかって言ったらカットソロ系っていうか、父親と同じでね、やっぱり線が綺麗で、瞬発力タイプなんだけれど、こういう形の結構この辺のラインが綺麗で、シャキッとしてるコントレールが多いんだけれど、なんかみんな伸び悩んでるっていうのが現状。だからね、まあどうなんだろうな。半信半疑ではいるんだけどね、普通に条件クラスを買っていくってタイプじゃないかなという気がする。まあここも条件って言えば条件だけどね。まあ、重賞で頑張ってる馬っていうのがなかなか少ないんで、あんまり今のところは、って感じで。はい。シャドウマスター。これね、北さんの子にしては角張ってるっていうか、意外と見た目は薄手に見えるんだけれど、すごく腰がしっかりしてるっていうのはわかるね。体幹がすごく、足つきが非常にいいんで、この手はね、瞬発力もあるし、馬場も悪いのも合うっていう、要するに優等生。だから、能力を毎回出し切っちゃうタイプなんで、ここの相手で、まあ、力関係がどうなのかはちょっとわからないけど、まず、能力を出し切れる。まあ、競馬の運び方も多分しっかりできるんじゃない？で、距離は OK。かなり有力な一頭じゃないかな。まあ、あとは関西馬だから、どんな体制に持ってこられてるのかっていうのはわからんけど、関東に持ってきて、あれするんだけど、まあ、だね、重賞は取れるレベルにはあるね。全然いいんじゃない？いいんじゃないってチャンスがあるんじゃない？はい。続きまして、タイタルロック。俺も今日いろんな人間と話してるんだけど、モーリスっぽくないよなって、俺もこれモーリスなんだよなって。距離が持つ、長めの馬であって。京成杯、あとは、弥生賞、時よりもまた一段階上げたきてんなっていう感触はある。非常にいいと思います。もうすでに、惜しいとこまで持ってきてるんでね。成績重賞でね。あそこら辺の上位馬の顔ぶれ見ちゃうと今回は非常に戦いやすいんであって、もう普通に上位になるだろうね。感じ。まあ、2000メートルで使ってるけど、2400。ああ、これは、距離心配ない。このモーリスは。スタミナはかなりありそうな。まあ、スタミナって言ってもいいか、ざっくり中距離系。距離心配なし。はい、続きまして、テルヒコ。何度か見てるし、分かってるつもりだけど、これも、綺麗なコントレールなんで、まあこれは全部、悪いんじゃないけど、全部そうなんだけど、スケール感っていうのかな、俺個人的には、いまいちに見えちゃうんだよな。この間みたいに楽に行けば能力全開で我慢できるんだろうけど、
今回結構、やり合うんじゃないけど、前目につける馬が多いんじゃないかなっていうところもあるし、ただまあ、1008で、トースポワイで結構渋い粘りしてんだから、まあまあ全然ダメってことはないし、距離も特に、大きくマイナスってことはないと思う。意外とこなす可能性というか、こなせると思う。まあ、馬場が本当に外が伸びさせない馬場ですよっていうんだったら、3年には抑えなくちゃいけないなっていう気はしてる。こんな感じだ。はい。ノチェ・セラーダ。これはもう北海道デビューからよく知ってるけどね、距離いいんだな。いや、あんまり長いとこはダメだなっていうのが最初の思ってたイメージなんだけど、まあ、堅実味はありそうだけどね、ワンパンチは足んないんだ、実は。まあ2勝クラスなんでね、1勝馬クラスの馬を相手にっていうところはあるけれど、あんまり、もうそろそろ、この辺でっていう感じも受けないでもない。予想以上にちょっと頑張ってるなっていうところはあるんだけど。あんまり、なんか気があるような感じなんですよ。はい。じゃあ続きまして。ノーブル・サベージ。ああ、でけえリオンディーズでな。何なんだろうな。やっぱり追って、エンジンがかかるタイプであって、まあ、長距離なんか見ても渋いもんな。スパンと来ないんで、ずーっと。バッサラ行って、最後にようやくグイッと来るところなんで、まあ、レーンあたりが、まあ、合ってんだろうという気はするけれど、なかなか俺はあんまり、イメージ的にはスパッと来る馬じゃないから、早めに抜け出してしのぎますっていうタイプで、24を、でもそこまででもマイナスじゃないかな。馬がでかい割にはがっつりまとまっちゃってるから、本当はやっぱりあんまり長くない方がいいんだなと思ってるんだけれどね。個人的には、そんなに気にならない。まあ、人気は人気ですけれども。まあ、レーンが乗るっちゅうだけで印がつくだけ。まあ、2000にしようか。2000にします。まあ、広い方が合ってるのかなっていう、まあ、東京も勝ってますし、まあ、立ち回りも、大型馬とかには、東京が合ってるとは全く思わないんだよ。中山みたいなところで、4コーナーで早めにスパートっていう形でと思ってんだけど、まあ、競馬はわからんけど、まあ、体勢はいいんじゃない？長距離見てても、まあ、さっき言った地味で渋いから、スパンと来ねえけど、でっかいフォームで動くから、まあ、切れるってことはねえか。はい。じゃあ続きまして、パラディオン。馬だけ見ちゃうとレオデオロだけど、若干非力。距離も少し長いかもわかんない。この馬に関しては。そんな感じですな。はい。シ・アムールーズ。ずっと、やっぱり調教でも、折り合い専念。少しやっぱり馬カッカしてんだけど、前がかりの気象だな。競馬もずっと、この間も競馬もそうだし、今回もおそらく、テンパっちゃう。ね。テンパるわ。今の現段階での距離は、まず、かなりきつい。はい。ブラックオリンピア。非常にいい馬で、記者さんのかっこいい馬で、でもって、まだ体の輪郭が出来上がってないから、これは、小馬になったら、っていう気は相当起きるし、レベルはね、相当あるって感じするな。こういうのが気持ちよく走らして、スカッと勝って、強い競馬すれば、
ダービーなんかでも面白いかもわからない。素材は本物だよ。なんか、サンデーレーシングもダービーは、今確定してんのが、ゾロアストロぐらいなもんだっていう話、珍しいぐらいなもんで、なんとも例年出てくるのよね、有力馬が。で、これ辺がスカッと勝てば、まあ、上位の印を持っていける可能性がある馬でして、それがレベルあるかもわからんな。非常にいい馬だと思ってます。まだ、気候からお尻までのところのラインが、ぼやけちゃってるけど、これは、もうちょっとなってくれれば、もう一つ大きくなると、体大きくなるんじゃない？ 530 あるけど、550ぐらいになっちゃうかな。550まで。まだ大きくなる。いや、大きくなる。あれは背が伸びてくるはず。全然気候がまだへこんじゃってるから、抜けきってないから、成長はこれからしてくる。どんな形になるのか。相当強い馬になりそう。で、もって今現在でもそこまで腰が弱いわけじゃなくて、ちゃんと踏み込めてるし、足も嫌味がないしね。まだ若いなりにも、非常に馬としては満点の馬だなというふうには見てる。レベルは相当あります。はい、わかりました。これはちょっと先々までちょっと覚えておきたい馬ですね。続きましてが人気ファルコンか。まあな、出来上がってた体つきだからこの間から、で、見てても、そこまで変化がないんで、伝送以上となるとどうかなっていうところがある。若干やっぱりひ弱っていうか、ガサがないからそう見えちゃうのかもわかんないけど、インパクトは薄いな。はい。じゃあ続きまして、ヨカオ。これね、何組こっちに持ってきて使っていくから、全然悪い馬じゃなくて走ってもいいんだけど、なんか注文がつくのかな、やっぱり逃げなくちゃいけないとか、何かあんのかもわかんないけどね。一生で終わるってことはないよ。そんなに二つ目が難しい馬じゃないと思う。ただ、でも、それがどういう条件で走るのかっていうのは、ちょっとまだ掴みきれてないけれど、次、この後、ダメだったら自己条件行くんだろうけど、自己条件で買えばいいや。取れるよ。はい。じゃあ最後にラストスマイル。とりあえず、下がってはいないで持ってこられたね。距離はちょっと長いような気がする。元気。そのくらいか。実績的にはここでもっていう気はしないでもないけど。そうですね。今、全部話を聞いた中では、多分おそらく本命は、関東馬だったら5か、大タルかなるね。関東馬で。で、関西馬で、シャドウ、ブラックオリンピア。この2頭。その中で決まるんじゃないのっていう気がします。特に難しくはなくなっちゃったかな。だから本当にアローメタルが出てりゃどの位置にしようかなと思ってたんだけどね。除外っていうことで。こんなとこだな。週末は柳長チャンネル。競馬予想は馬三郎。はい、次、フローラ。じゃあフローラ行きましょうか。面白いな。そうですね。オークスは面白いなっていうふうに思わせてくれる勝ちっぷり。競馬フローラでどういう馬が見せるか。そうですね。じゃあ全頭でも大丈夫ですか？さっくり言ってみるか。簡単はよくわからんけどね。エイシンウィスパーっていうのは、まず、長距離 V だけ見ると非常に良さげでね、機敏に動けるタイプで、馬もちょっと見直したら、ルーラー見んのよそうかなと思ってたけど、非常にいい馬。意外と速い時計で、決着つくような競馬だったらあるなっていう気がする。個人的にはいわゆる3連単買えば1着には置かないんだけれどっていうところがあるんだけれど、非常にね、馬としても悪くないし、走り方も悪くないし、マイラーかなっていうところが実はあるんだけれど、
まあそこは今回見てから決めようかなと思ってる。いいと思う。レベルとか馬券圏内十分あり得ますね。はい、わかりました。続きまして、じゃあ、エンネ。エンネってこれ絆の牝馬ででかいやつだけど、はい、馬本物だよ。これはいいよ。相当な走ってくる。大物になる可能性大の馬。まあ、高速決着っていうのが今のところだけど、まあまあ、そんな競馬にはでも、さっきの栄進とはちょっとあれだけど、高速決着っていう風なメンバーではないような気がするんでね。相当なものだと思うよ。で、今回の競馬で、あっさり行けば、やっぱオークス、2戦2勝でオークスまで行ける、で、チャンスが出てくる馬だなっていう気がしないでもない。大丈夫だよ。大丈夫っていうか、こんだけ、520も30もでかい牝馬で、この間完璧じゃなかったんで、ちょっとだけ、でも大丈夫だなっていう体つきだったのはね、まだ、芯が入ってきてね、当たり前のことだけどね、これはだけど将来像が見えるね、見えたいい馬だね。うん。この形のスケールの人の牝馬の絆は、まあ重賞はみんな取るな。無事に生きれば。うん。大チャンス。なんかこう、ちょっと人気はどうですかね？人気になるんですかね？いや、関東で走っから、あれなんじゃねえの？ラペルなんたらとかラフターなんとかに。となると、やっぱり、まあでも、まあ、これも人気だよ。人気の一角で、だからその辺の一番人気が割れるっていうところじゃない？うん。そんなとこだね。はい。続きまして、じゃあ、工玉。工玉、うまい、良さげだね。うまいけど、やっぱり、ワンパンチスケール感がないから、でも、なんつうんだろうな。いや、全然ね、全くダメじゃないと思う。とはまあ、気があるかないかだけの問題。なんだけどね。一応、三連の紐っていう形の感覚。うん。まあ、やっぱり頭はちょっとっていう感じですかね。まあ、頭で狙ってた、このレース頭で3頭だなと思ってたんで、それ以外になっちゃうと、どういう紐、位置取りするかなと思ってたら、やっぱり、その3連の本当に紐かなっていう感じでは今のところ思ってる。俺の個人の予想では。はい。じゃあ続きまして、5バド。5バドは、やっぱスケール感ちょっといまいちだな。サムシングスイート。これは見限れないっていうか、走ってるよ。この馬は。フォームが非常にいいフォームする馬で。あれだけしっかり体が使えて、首を前に出せるんだから、よっぽど体幹が強いんだろうね。これはね、頭があり得る馬っていうか、全然勝負になれる馬。で、個人的にマイナスポイントと見えるのが、おそらく速い足と、ゴーサインで、ちょっとためらうところがあるかなっていう、トップスピードに乗るのに、ギアの入れ替えがスムーズにいくかどうかっていうのが、フォームからして、体のサイズ感から、そんな感じがするけれど、この馬も立派にオープンで戦える馬だね。うん。だからこれはもう3連の頭からあっても、今回は、器用さがいまいちないんじゃねえかなと思ってるだけに、頭っていうことは言わないけれど、全然チャンスがあるなと思ってます。はい。じゃあ続きまして、スタニングレディ。今非常に調子いい。先週の調教も私、今週も文句なし。ちょっと良くなってる。本当に良くなってるけれど、底力は、どうかなっていうところを感じてます。あくまでも3連の本当に紐っけた。うん。はい。じゃあ続きまして、ファムクラ、ジューズ。2連勝ここに来てしてるけど、若干相手関係とか競馬に、ラッキーだったなっていうことがあるし、あんまりね、もう頑張ってほしいなぐらいで勘弁してもらおう。3連の紐にもちょっと俺的には引っかかんないな。はい。続きまして、ペイシャシス。忘れちゃったな、ミスって。なるほどなと思ったけど、そんなに気にならなかった。はい、失礼しました。はい。
ペンダント。ペンダントはね、秋以降にちょっともう一回注目し直そうかと思ってます。全然馬の形悪くないけど、まだ身が入ってない、というふうに見たんでね。はい。続きまして、ラフターラインズ。で、牝馬で向こう持ってあれやったけど、馬券単勝買ったけど、これで、前回伸び上がってスタートで4回連続出遅れ。明らかな出遅れで。今回の出遅れ率っていうのも 90% ぐらいあるんじゃねえか。なんぼ中立練習してゲート出してもわからんな、ゲートだけは。明らかに3、4馬身出遅れたからね。でも足が本物なんだけど。そうですよね。ただ、京都だっていうから足は使えるんだよ。このキサラギね、レースの中身としては大したことなかったんで、出遅れてもスローだからすぐ追いついちゃったんで、前半の3馬身ぐらい出遅れっていうのは、遅かったら楽にケツペタまでついていけるっていうのがあるから、致命的な出遅れだったかどうかっていうのは、普通は3馬身出遅れて花空並べて入ったから、致命的だって言われるかもしれないけど、レースの中身としては、そうでもないんだけどなぁと思ってんだけど、俺が勝手に単勝捉えただけで、バカ野郎と思っただけで、あと2メートルあったら頭だったからね、と思ってんだけれど、しょうがない。この馬に関しては非常に体調いいね。近くで昨日じっくり見たんだけど、細みくもないし、いい馬体の張りしてるし、歩様も歩き姿がまた良かったしな。稽古もよし。点で、レベルは十分に足りる。あとは、競馬でどうか。当然頭はあるな。出遅れはもう仕方なしというふうにもう見て。顔人間はね、出遅れるよっていうことを最初から思っててくれればいいよ。それでも届きますよっていうのかどうか。だからこの間の1、2着、あるいはその前後に来た4着、5着とか、大使の馬たちのがここよりも強いのか弱いのか。この間男馬ばっかだったけどね。そこは判断はみんなが思ってください。俺は今回のが強いと思います。はい。続きまして、ラベルセーヌ。これだよな。この間はあまりにもそのインパクトが強い勝ちっぷりだったんで、それで、直前は販路しかやってないで、そして終わって、俺もこれ翌週調教師に、しかっちゃんに言う、なんでこんな強い馬が隠れてんだよって言ったら、いや、実は分かんなかったっていう、そういう風な調教っていうか、確かにパドックでもちょっとうるさいところがあったんで、それがずっと引っかかってたから強い稽古できなかったし、ソフトにやってたから、まさかああいう競馬はできなかったんじゃねえか、そこまで強いっていうのは分かんなかったっていう。で、今回はコースでやってるけどずっと、やっぱり抑え気味だもんな、セーブ気味。これはこれでいいと思うんだよ。やたらとこんなとこでやると多分持っていったらテンパっちゃうんじゃねえかっていう。これをもうわかんないけど、それはあるんだよな。この間のインパクトが強すぎたな。相当強いよ。そうですよね。馬見ちゃうと、ちょっとそこ、と思うんだけれど、牝馬は、それで OK なケースがたくさんあるんでね。男もあったら、毎回言うんだけど、男もあったら、っていう馬は来ないけど、走んないけど、牝馬は走る。気持ちが走るんだっていう能力出し切れる馬は強いんだよ。どんなもんなのかな、ここでわかるよ。そうですね。ちょっとここ、確かに試金石というか。距離も全然心配ないしな。どんなもんなのか。相当走るのかもしれない。これがだから一番人気になる可能性あるけどな。単勝は多分売れますよね、もう。いや、俺も十分勝てるレベルだと思う。あとは当日、俺の見立てでは体は増えてるってことはないと思う。やっぱり体のラインがシャープだから、そこまでいきなり背が伸びるってこともないだろうし、肉がついたなって印象もないし、おそらく前回と同じぐらい。あとはこのあったかさと、あとは東京で輸送で確実にこの馬に関しては、
この間の仕草から見ても汗もかくだろうし、草案所でその点で体が減ってんのかどうか、馬体重を測るところで。で、その辺わからないけど、プラス10キロだよ、20キロだよってことはないんじゃないかなっていう気がする。減ってくる可能性のが増える時よりも可能性のがあるんじゃないかなっていう気はしてるけどね。まあでも前回と同じだと思うよ。体つきは。まあ前回競馬の時の体つきは見てないけど、今の見てる感じは、そんな感じを受ける。そんなに大きくなってないなっていう。はい。じゃあ続きまして、リアライズルミナス。これいい馬だね。このシルバーステートは距離もこなすし、性格も良さそうだし、動きも結構しっかりしてるし、普通に、この間4回目で初めて勝ったっていうことだけど、その前の競馬全然わかんない、見てないしわかんないから、なんで負けてたのかわかんないけど、まあ随分体が絞れたんじゃない？この間非常に良かったから、そうでもないのかな。まあ前回、デビュー当時よりはちょっと多少で、その前の時から10キロか。いい体だったと思うよ。可能性がある馬っていうかな。重賞でも掲示板は楽にあるなっていう感じを受ける馬で。品がいいは全然 OK な馬。っていうことでよろしいんじゃないですか。はい。続きまして、リスレジャンテール。体調だけは、今週反応だけど、先週完食だったら悪くなかったね。ちょっとワンパンチか。最終的な予想っていうのはまたこれからになると思いますけど、まあ聞いてる限り。まあ関東馬が3頭だね。サムシング、ラフターライン、ラベルセーナ、ラベルス。で、関東馬でエンネっていうところだと思います。いや、これちょっと印の順番を、僕が知りたい、個人的には知りたいですけど、ね。俺はもう関西馬だよ。これ絆はちょっと、俺ラフターラインっていうのを俺森本がこれ一番気にしてる前ですよ。ここの牛舎でっていうなんて。そっかと思ってたんだけど、まあ確かに気にはしてるんだけど、この間も馬券買って。よく馬券買ってる人を見てるからですけど、この馬はね、この馬はこの間こそ本当に馬券の男馬に混じって重賞だから、馬券の美味しいとこだなと思って、この間900円ぐらいあったと思うんだよね、最初。ああ、悪いねなと思ったら、よっからしょでやられた。でも取り返そうかなって思う気はない。もう、やっぱり出遅れはもう、たまたまじゃないもん。もうこの間はもう大丈夫だろうと思ったら出ねえんだもん。まあだから出たからどうだったかってわかんないし、このエンネっていうのは本物だよ。間違いなく。だから、ラベルセーヌみたいのは馬見ちゃうと、と思っちゃうけど、能力が相当あるじゃん。持って生まれた能力っていうのが。これは馬鹿にできないよな。そうですよね。だからこれ、個人的に、馬的に関東馬だったらラフターとサムシングっていう馬的にはこの馬は、この2頭は相当いいなと思ってる。関西馬だったらエンネとエイシーン。馬的にはね。リアライズ。このぐらいだなと思ってる。そんなところだな。はい。マイルカップはいいよな。マイルの一本かぶりでその通りでなりそうだもんな。そんな感じです。長距離の V だけ見ちゃうと、なんかもう完璧に。で、雑誌の、写真、立ち姿の写真見てるうまく仕上がってそうだもんな。非常にいい感じで。これがモーリスの、大半の形のモーリスなんだけど、写真見ると、明らかなマイラーっていう、ダイタルロック、あれとは全然形が違うから、まあ、馬なんかわからんもんな。何が、どういう形な、兄弟がうんぬんかんでも。どっかの記事で見たけど、また今週も、前も言ってたけど、組織検査で、距離の融通が 97% ぐらい当たってるとかなんとかとか。まあ、JRA もそれ取り入れて、科検で調べてくれるんだけれど。でも、それが結果につながるんじゃなく、それにプラス能力っていうのがあるから。平場結構ね、面白いんだよ。今週俺あんまり、あれだったけど、今週初出走結構多いじゃん。そうですね。で、初出走でいいのが4頭いるんだよ。勝負になってもいいのが4頭いて、で、特に面白かったのが、日曜の1008
ここが面白いのか。これ、一番人気は多分、津村が乗る木村厩舎の足毛だと思うんだけど、ブラキッシュっていうのが。はい。これはね、体的にはそんなにシャキッと変わってないけど、動きが全然いいから、多分勝負になる。で、ここの、ほら、区会理目っていう、このハッシュソ。これはなかなかセンスがある馬で、ここ人気になると思うんだけど、当然これでかもわかんないけど、ちょっとね、春の雨、両馬場でも、これは少し気になってるんでね、人気7メートル原田勝馬。春馬の人気はないと思いますね。これはね、頭は買わないでいいけど、もし他のレース馬券買う人がいれば3連の紐で押さえててもいいんじゃない？結構ね、福島でエビちゃんとこの、やっぱ金子さんの勝負、あれだ、勝負違ったかな。女なんとかって千人に使ってる、芝使ってる、女なんとかっていう。女キュヌビ。なんか言いにくいです。女キュヌビ。これはね、芝の千人に来たら、使えたら、調べてもいないけど。まあ、どこやがもうわからんから、もういいや。あと、コバでダノン51な、菊ちゃんのところの。これがね、これ小倉で一回2着出した時に、俺がもうずーっと言ってて、全く人気で、その後ポカやったけど、今回ようやく良くなったぞ。もう本当に重賞取るのは簡単だと思ってた馬だけど、まあ、バランスが悪いから左回りが絶対走んねえから、ダメだから、あと寒い時にはもうすぐ硬くなってゴツゴツしちゃうから、これで今回1002で、さすがに追い込み一本だけど、それでも51使えていれば、どこにあるんですか？51はあれだよ。芝の1002の一生クラスだから最終とかなんとかじゃねえか。8レースにいますよね。使えてた、1002の芝。51は人気になりにくいだろう。後ろから一本だから。和樹が乗っかってるかどうか。和樹なんか他のもん、ロンドンなんとかっていうのが権利持ちで、誰が乗っかってんのか。菊沢乗ってます。ダノン51確定します。入ってますね。これはちょっとね、これは、女なんとかっていうのは買いたかったけど、でもそれよりも51はちょっと買わなくちゃいけねえなと思ってんだけど。位置的にやっぱり後ろから、ね。もうそれでいい、十分。で、直線だけで、ひとまとめっていうふうに思ってるんでね。買うよ。あんまり、福島で追い込み一本人気には買いづらいから。ちょっと買いづらいですね。あれは全然気にしない。いいと思ってる。こんな感じだな。そうですね。今日はこのとこにしましょうか。はい。あんまり参考にならなかったかどうか。すいません。いただきます。じゃあ今日はここまでにしましょう。はい。お疲れ様でした。今週もご視聴いただきありがとうございました。今回は青葉賞とフローラステークスの出走馬ジャッジでした。柳永さんが以前から気にしていた、上原勇気厩舎の Going to Sky、これが青葉賞の抽選を見事突破しまして出走が確定しました。なので今回の出走馬ジャッジは面白かったんじゃないでしょうか。私もちょっとこれから楽しみに見たいなと思っています。そして現在デイリー馬サブローではPOG 虎の巻2026-2027が発売中です。イエーイ！ぜひ皆さんチェックしてみてください。こちらに詳細あります。そして、お気に入り登録、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。